はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは山手線の目黒です。目黒といえば住みたい街ランキング系では上位常連の人気街で、2021年のランキングだと5位でしたね。ちなみに似たような名前の中目黒とは違います。中目黒も目黒区ですけど、あっちは東横線の駅で、さほど近いわけでもないんで全然別の駅なんであしからず。で、目黒は恵比寿の隣に位置する町であって、言わずと知れた高級住宅地が広がっていて、芸能人とか有名人も多く住んでいるような、憧れの町ですね。今回はそんな目黒の街並みや住みやすさについて見ていきましょう。まずは東口から出てみますけれども、街並みは意外と普通っていうか、駅もそんなに大きくないですし、高級なイメージの割には駅周辺は高級感そんな感じないなっていうのが僕の正直な印象です。駅正面にいきなりスロットとかありますし、アコム、プロミスみたいな消費者金融の看板も目立ちます。並んでる飲食店も松屋、花丸うどん、マックと至って庶民派ですね。ただその横にそびえ立つ巨大ビルは目黒セントラルスクエア。ここはアマゾンジャパンの新オフィスが入っていることで有名ですね。17階から27階の11フロアがアマゾンになっていて、約2000人の社員たちがここで働いています。その低層階には飲食店が入っていて、こちらもおしゃれな店舗が並んでますね。僕は大企業に勤めた経験がないんで、こういう都心のおしゃれオフィスで働くっていうのに結構憧れたりします。多分実際働いたら1ヶ月で慣れて3ヶ月でもう辞めたくなりますけどね。そして目黒駅の駅ビルにはアトレが入ってます。目黒は基本的に住宅街なんで、大きな商業施設はこのアトレくらいですかね。で、こちらにはニトリ、無印良品、ユニクロ、書店など生活用品店が揃っていて、食料品に関してはザ・ガーデン自由が丘っていう輸入食品などが珍しいもの揃ってるスーパーとか、あと地下には青果店、鮮魚店、精肉店など一通り揃っています。そして信号を渡って向かいにはもう一つ2棟目のアトレがあります。こちらは1階2階フロアでちょこちょこテナント入ってますけど、1階に成城石井が入ってますね。目黒はやっぱり住民の平均所得も高いんで、スーパーはやや高級路線のお店が多いです。駅から少し歩けば庶民的なマイバスケットとかもありますけど、西友とかライフみたいな大型の安いスーパーが駅近にないっていうのは、私のような平民には大きなデメリットですね。そしたらちょっと東口に出たんですけど、西口の方に移動してそっちから見ていきたいと思います。西口の方がどちらかというとお店も多いんで、駅前は相変わらず雑多な感じで、駅自体も各駅停車の駅みたいな素朴さがありますね。で、ちなみに雑学ネタですけど、目黒駅っていうのは目黒区ではなく実は品川区に位置しています。目黒駅が品川区にあるっていう。で、さらに言うと、その品川駅は品川区ではなく港区に位置するっていう、意味わかんない状況になってます。事情としては、駅の建設時に地元住民の反対運動で揉めて、当初の建設予定地とずれたとかっていういろいろな説があるそうですけど、はっきりとは分かってないそうですね。そして駅の横すぐ目黒通りとの交差点になりますが、斜めに渡ったところにすぐ目黒の一押しスポットの一つである目黒シネマがあります。ここは旧作映画を2本立てで上映する、今時珍しい名画座で、一般が1500円、学生1200円で入場券買えば2本見ることができます。上映されている作品は邦画洋画問わず、ハリウッド大作から国内アート系作品まで幅広く取り扱っています。で、スクリーンは一つで座席も100席程度と大きくはないんですけど、逆にそうしたレトロな雰囲気で見る映画はまた違った良さが味わえそうですね。これツイッターで当日の空席情報も発信されていたりします。で、ちなみにその斜め向かいには新目黒東急ビルっていうオフィスビルが建っていて、1階にスタバ入ってますけど、ここスターバックスコーヒージャパンの本社が入っているところですね。そしたら駅出てまっすぐ西の方へ進むんですけれども、この映像だとちょっと分かりづらいかもしれませんが、ここ結構な下り坂になってます。目黒は地形的に坂が多い町で、目黒駅の西側、目黒川の方にドカッと地形が下がるように下り坂になってます。その坂沿いに飲食店がずらずらと並んでいる感じですね。途中にはドン・キホーテの小型店ピカソがあります。駅直結のザ・ガーデン自由が丘とか成城石井とかプレッセといったスーパーがちょっと高くて抵抗あるっていう人はピカソで日用品の買い物するのもありですね。
でこの通り沿いには飲食店も天一とかココイチとかラーメン屋とか、この辺のオフィスに勤めるサラリーマン向けか安くてサクッと食えるようなチェーン店が多いですね。でここで、目黒のアクセス情報についておさらいしておくと、目黒は JR 山手線、東急目黒線、東京メトロの南北線、都営三田線の4路線が通っていて、アクセスは当然ながらめちゃくちゃいいです。山手線で恵比寿渋谷といった買い物スポットも近いですし、品川も近いんでどこへでも出れますね。さらに南北線使えば、溜池山王とか永田町、三田線を使えば日比谷とか大手町っていったオフィス街へも一本で行きますね。このようにおしゃれ街にもオフィス街にも近いっていう立地でありつつ、目黒自体はそれほどガヤガヤしてなくて落ち着いた住宅街が大半占めてるっていう点が、住む街として目黒が人気な一番の理由です。ただ当然ながら家賃は日本でもトップクラスに高いです。1K ワンルームのシングル向け物件でも、もうバストイレ別にしようものなら家賃10万超えは覚悟って感じですし、ファミリー向けとかカップルとか2人以上で住もうものなら 1LDK でも家賃20万近くになってきます。しかも目黒は駐車場の確保がすごい困難で、駐車場代もめっちゃ高いんで、車持ちたい人にはかなりしんどいですね。とはいえ目黒区住民の平均年収は2021年のデータだと約630万円で、23区中だと5位っていうエリート区民なんで、金銭感覚が我々とは違うかもしれませんけどね。目黒区は治安もいいです。やっぱり住民の平均所得と治安は相関関係があるんで、金持ちが多い町ほど治安も良くて穏やかですね。そして延々と坂を下っていくんですが、これが結構長い。こう見えて勾配も結構あるんで、下からチャリで漕いで登ってくるのは若者でも結構骨が折れそうです。後ろに子供乗せてるお母さんとか中年以上の方はほぼ電動自転車使ってる印象ですね。歩きだとしても駅行くのにこんだけの坂を登らなきゃいけないのはしんどいですね。別の方角で撮影した映像ですけど、低地と高台の差が分かりやすいかなと。目黒はこの地形的なデメリットがかなり大きそうです。でどんどんと坂を降りていきますが、坂の中ほどからやたらレトロ感あふれる商店街が軒を連ね始めます。見てみるとラーメン屋が多いんですけど、ところどころ店の外まで並んでいてうまそうなお店が多いです。そういえば目黒はおしゃれな高級イタリアンのお店とか有名な高級店も多いんですけど、僕自身が根っからの貧乏人でそういうお店に全く行かなくて興味ないんであんまり取り上げません。基本的には B 級グルメとかそっち系のお店を中心に取り上げます。そして商店街を抜けるとやっと下り坂が終わって平らな大地にありつけます。この先少し歩くと目黒の目玉スポットの一つでもある目黒川が流れています。目黒川は都内の桜の名所として有名ですね。桜が満開になる3月4月は桜が両サイドからアーチ状に咲き乱れてピンク色のトンネルみたいになるっていうか、しかも夜にはぼんぼりがライトアップされて超美しい景色になります。で目黒川の桜並木は上流から下流にかけて約4キロくらいに及ぶんですけど、ざっくり目黒駅のエリアと中目黒駅のエリアと池尻大橋のエリアに分かれます。この中で一番人が集まって屋台とかもすごい出てくるのが中目黒のエリアですね。で中目黒に比べると池尻大橋とか目黒駅のエリアは人も屋台も少なくて落ち着いてるんで、ゆっくり桜を楽しみたいという人にはこの辺のエリアおすすめですね。で川沿いは整備されているんでランニングするにもいい環境で、実際に走っている人もちらほらといました。でその横のテニスコートでは昼間っからマダムたちがテニスをたしなんでおられますね。とてものどかな空気が流れております。その横には屋外プールもありますね。奥の建物が区民センターなんで区民プールですかね、これは。そしてこの屋外プールの奥に進むと目黒区美術館があります。目黒はここの他にも美しい庭園と建物で知られる都立美術館の東京都庭園美術館とか、あと寄生虫に特化した珍しい博物館目黒寄生虫館など美術館も多数あります。そして目黒川付近はマンションが並ぶ住宅地ですね。もし目黒を住めるなら川近くのマンションとかいいですけど、駅に向かう時の坂を考えるとうってなりますよね。そして目黒川の一本先には山手通りっていう大通りが走っています。
ここずっと行くと五反田ら辺に着きますね。五反田は山手線で目黒の次の駅で、以前に動画で紹介してるんで、興味あれば五反田もご覧ください。URL を概要欄に貼っておきます。で、この山手通り沿いには大島神社っていう神社があったりとか、一本住宅地に入ったところには龍泉寺っていう寺院もあります。ここは不動明王像を本尊とすることから通称目黒不動尊とも呼ばれていますね。なんか像が何個か立っておりました。デカめの像もいましたね。そしたら一度駅西口の目黒シネマのところの交差点まで戻ってきましたけど、今度は西口出て右方面、方角でいうと北の恵比寿の方に歩いてみたいと思います。交差点を渡ってすぐ東急ストアがありますね。こちらもちょい高級路線のスーパーです。2階に100均入ってるんで日常の買い物で便利ではありますね。そしてこの通りをずっと行くと、恵比寿にたどり着くんですけれども、当然ながらこの辺の住宅地もかなりお高めな遊ばせでございます。徒歩4分のところにはホテルプリンセスガーデンなんて洒落たホテルもございます。というか目黒は基本住宅地なんで、ぶっちゃけそんな撮影するような場所少ないんですよね。他の街みたいに商店街とか大規模な商業施設とか少ないんで。なんでこっちの恵比寿方面に来たかっていうと、日の丸自動車学校っていう僕が20歳ぐらいの時に免許を取った教習所があるんですよね。こちらですね、懐かしいなっていうただの個人的な思い出を見に来ただけです。この日の丸教習所のいいところは芸能人がいっぱい通ってるところ。僕が通ってた時期もあの人とか芸能人が何人か免許取りに来てるっていう噂は聞きました。もう当時は都会すげえ、目黒すげえってもうミーハーな心を爆発させて、教習所行くたびに誰か今日会わないかなって胸躍らせてましたけど、結局誰一人一回も見ませんでしたね。で、逆に日の丸教習所のデメリットはいきなり都心のど真ん中走らされることですね。実際の道路走るときは目黒と恵比寿の周辺をぐるぐる回るんですけど、都心だから車めっちゃ多いし、道路も意味わかんない分岐してたりとか、平気で4車線の道路とか出てきたり、めっちゃ怖かったのを覚えてますね。そんな懐かしい思い出が蘇りますね。そしたら今度はまた東口の方に戻ります。目黒セントラルスクエアはもう最初に見たんで逆方向に行きます。ポツポツと居酒屋とかご飯屋が並ぶ路地があって、すぐ目黒通りとぶつかります。で、この目黒通りを東方面に進んでいくと白金勢たちが集う高級住宅街、白金台になります。白金台の高級住宅街はまた別の動画で作る予定なんで、今回はそこまでは見に行きません。ちょうどお昼時だったんで、路地入ったところにあるスパゲッティ専門店ダンっていうお店でご飯食べました。目黒ではそこそこ知られたお店だと思います。ここスパゲッティ専門店なんですけど、中でもたらこスパの専門店みたいな感じで、たらこスパに好きなトッピング乗せてく、なんかココイチみたいなスタイルのお店でした。僕はオーソドックスにたらことイカにしましたけど、今まで食べたたらこスパで間違いなく一番うまかったですね。で、目黒通りをまっすぐ歩いていくとすぐに首都高とぶつかります。ここを渡ったところに東京都庭園美術館っていう広大な敷地の日本庭園と西洋庭園などが楽しめる都立美術館があるんですけど、行ってみたらちょうどコロナで庭園が閉まってたんですよね。なので今回は泣く泣く諦めました。ということで今回は住みたい街ランキングで常に上位にランクインする目黒を紹介しました。見てもらえばなんとなくわかると思いますけど、同じランキング上位を争う恵比寿とか横浜とか吉祥寺なんかに比べると、目黒は商業施設はあんまないです。端的に言うと栄えてはないんですよね。基本的に住宅地なんで。目黒は住むコストは高いですけど、都心でアクセスも最強にいいですし、治安も良くて、都心の中では落ち着いた住宅地が広がっているんで、住みやすさは間違いないですよね。住めればですけど。僕レベルだと目黒なんてもうそもそも高すぎて住もうっていう選択肢に入ってこないからな。つまり一般人にはかなり背伸びしないと住めない憧れの街というわけですね。というわけで今回はこの辺で終わります。もし動画をご覧の方で目黒に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントで教えてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。